はい、皆さんこんにちは。長らく、お待たせしてしまい申し訳ございません。本日ですね、This is for 国立の最終公演に行ってまいりました。そもそもね、お前は何してたんじゃいと、最後に動画を上げたのが、ワーニャーミリオンの映画の感想だったんで、インスタとかでどうしたんですかみたいな、そのメッセージをね、くれる方とかもいたりして、本当に申し訳ないなと。前々からね、結構、だんだんとその動画の更新の頻度というのが下がってきていて、その仕事が忙しいというのもあって、だいたい、いつものルーティーンだと、金曜とかに、平日のどっかのタイミングで動画を撮っておいて、土日で編集するみたいなのルーティーンだったんですけど、もうそれがもうできない、という状態。普通に精神的にも、結構参っていて、全然その動画を撮るみたいなモチベーションにならなかったというか、で、ただ本当に皆さんにお伝えしたいのは、TWICE への熱量が消えたわけではないということ。もうずっと今までの半年間もずっと TWICE は好きでした。それは本当に変わってない。チャンネルを非公開にしたのは、待たせてしまう罪悪感みたいなのがあって、もうチャンネルを一回非公開にしたんですよ。非公開にしたら、戻し方がわからなくなってしまって、戻せなくなっちゃって、YouTube にお問い合わせをして、どうやって戻すんですかみたいな。ようやくチャンネルは元に戻せたというところで。国立最終日の動画で一旦ご報告できたらなと思って、今ちょっと動画を回しているんですけど、ただ、多分今後も動画の更新、本当に時間に余裕が取れた時とかになってしまうんじゃないかなとは思ってますね。でも、本当に TWICE はもうずっと好きなので、全然冷めたとかそういうことではない。マジで永遠に好きだから。で、ということで、本日、国立最終日行ってまいりました。かいつまんでね、今回はお話ししていけたらなと思います。まずは、新しいグッズ。ね、これ過去のツアータイトルが入ってるウィンドブレーカー。こいい。あと、今回、全員のうちわが出ました。ついに。で、見てほしいのが、こちら。なんと、3つもいい賞が3つ当たって、で、ランダムだったんですけど、結果が、ももちゃん、ジョニーちゃん、ラヨンちゃん。ありがたいことに。入場した時に全員配られたのが、これ。黒のラブリーちゃん。ファンスジャパンの特典でもらったものね。まず、これね、スペシャルチケット。それからメッセージカード。これ全部、全員の言葉に Q という文字が入ってるっていう。しかもみんな日本語で書いてくれて。全員字うまくない？それから、こちら。ラブリー！それから、飛んできたね。テープ。ワンス、また一緒に大きな夢を叶えることができたね。ありがとう。こちらこそだよって感じだよ。こちらこそありがとう。もらったものはそんな感じか。今日みんなで掲げたスローガンですね。最初の MUFG 国立最高の思い出、また新しい夢へ一緒に進もう。ということで、最初のってついてるのがね、いいね。これで終わりじゃないというね、感じがしていいですね。ライブの方は、
で、今回私が初めて生で聞いたのは、ついちゃんのランナウェイと、ミサモのコンフェティとテイクダウン。めちゃくちゃ良かったね。しかもランナウェイの最後のついちゃんの掛け声、レンちゃんの掛け声のとことか、めちゃくちゃ楽しかった。しかも今回、本当に周りの人とかもみんな言ってて、熱量を感じました。本当に楽しかった。で、テイクダウンは、前も言ったかもしれないけど、テイクダウン大好きだから、すごいジャンプしちゃってね、めちゃくちゃ楽しかったですね。もうジヒョちゃんとかがさ、めちゃくちゃ頭振って歌ってるから、もうこっちもね、テンションがね、すごい上がって、めちゃくちゃ楽しかった。で、コンフェティは、初めて見て、生で。掛け声がめっちゃ楽しいんですよね。だから曲調も、なんかもう、ショータイムみたいな感じだから、めちゃくちゃ楽しかったな。生で見れて本当に良かった。で、今回席が、C10 ブロックというブロックにいたんですね、私たちは。そっち側のステージに来ると、そこみたいな。そこにいるじゃんみたいな感じ。めちゃくちゃ近く感じて、これは本当に、思い過ごしかもしれないけど、What is Love の時に、そのメンバーが、ちゃんとこっち側に来るタイミングだったんだけど、チェヨンちゃんは確実にこっちを見たと思っている。とんでもないでかさで掛け声をしてて、チェヨンちゃんがね、こうやってやってたタイミングがあった。で、掛け声をこっちがしたのをチェヨンちゃんが見ていたと思う。そんでちょっと笑ってたと思う。勘違いじゃなければ。もうこれも本当に勘違いかもしれないけど、絶対ジヨちゃんもこっち見たと思う。もうジヨちゃんもWhat is Loveのタイミングでしばらくね、こっち側、肘をかけて、こうやってワンスーツとやりとりしながら歌うタイミングがあって、そんな感じでね、本当に楽しかったし、今回ね、オーラスだったので、初めてサプライズにも立ち会えて、涙が止まらなかったわけなんですけど、本当にさ、日本での TWICE の力ってすごいなと思ったんだけど、その海外とか、あと韓国とかのファン層は正直わかんないけどさ、こんだけ老若男女のファン層が様々っていうのってすごいことなんじゃないかと思って、本当に全世代に愛されてるんだなと思って、すごいなと思った、本当に。サプライズの動画とかでもさ、人生の半分を TWICE と一緒に過ごしました、みたいな人とかもね、書いてあったりとかして、すごい感動した。感動という言葉で表せない感情だったね。こんだけ長い間、TWICE としてステージに立ってくれていることに感謝しました。TWICE として存在してくれているだけで、十分ありがたいこと。本当に。それでね、こんだけツアーやってくれて、世界中でね、日本にも来てくれて、いや、すごいことですよ、これは。もうさ、最後にさ、周りの人はみんな泣いてて、で、TWICE メンバーも、もううるうるしてたりとかね、もう千代ちゃんとかも号泣してたわけ。しかもその千代ちゃんが泣いてるところに、こう抱きしめに行くジョンヨンちゃんを見て、私、最近のね、ワイナミリオンの映画を見返したばっかだから、ちょっと二人の絆がね、ちょっと、尊すぎて、もうそのシーンでめちゃめちゃ泣けたな。いやー、本当に楽しかった。8万人の一体感。素晴らしかったね。余韻から抜けれない。いや、本当に楽しかった。それと、あと、アンコールの曲がちょいちょい変わってたんですけど、なんとね、今日ね、私が大好きなハッピー聴けて、で、LOV 聴けて、本当に今日のトロッコの曲目、大好きな曲だらけで、
めちゃくちゃテンション上がった。本当に嬉しかった。やっぱ生で聞く思い出終わりはないのっていう歌詞、染みたー。あの辺からね、もううるうるが止まってなかったんですけど、なんならもうワンスパークの時点で私泣いてますから。あと、ダヒョンちゃんが一生懸命日本語で、本当に申し訳ないみたいな話をしてるときに、そんなことないのにさ、一生懸命日本語で覚えてきてくれてさ、もうその姿にね、胸を打たれすぎて、もう出だしのダヒョンちゃんの挨拶の時点で結構泣いてたんですけどね。まあそんな感じでね、オーラスに行ってきたよというご報告でした。またお会いしましょう。次の動画でお会いしましょう。もう久しぶりすぎて、流れすら忘れている。本当にごめんなさい。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。